はい、モートンファミリーの穴田と言います。地元の豚や牛を使って、ハム、ソーセージ、ジャーキー、ハンバーグとかの畜産加工品を作って販売をしています。こだわりはうちはやっぱりその地元のものをなるべく使うと、地元にあるものは地元のもの、地元になければ隣の町のもの、隣のなければ国産品がない時に初めて輸入物っていうふうにやっぱり地元なるべく近くのものっていうものにこだわってものを作ってます。はい。あと楽しみはやっぱりものを作って食べ物を作ってるので、その食べ物を食べてもらって美味しいねと言ってもらった時が一番嬉しい時かな。はい。ところにいて地元のものを使って加工品を食べ物を作ったりしてるわけですけども、やっぱり食べ物っていうのは全ての人に関わる産業であって、誰もそれに触れないで食べないで生きていくことはできないわけであって、やっぱりそういう意味で農業であったり食べ物を作る生産者であったり、そういう人たちにもっともっと目を向けて考えてもらいたいなと思いますね。はい、現場を見てほしい。実際にそういう放射能で汚染されて苦しんでる農家さんであったりとか生産者がまだ震災から1年8ヶ月経ったにもかかわらずまだまだいるし、終わりが見えない、いつ解決するんだかわからない状況で生産者とか農家の人が頑張ってるんだっていう状況を知ってほしいというのが一番かな。やっぱ震災があって一番影響を受けたことっていうのは正直放射能の問題がやっぱり一番大きくて、うちは今言ったように地元のものにこだわってきて、でもう一つこだわりがあったのはやっぱりなるべく自然のものっていうこだわりがあって、例えば牛肉であれば多くの牛肉が輸入飼料、輸入した餌によって育っている中で、うちは放牧してた外に放してる牛を使っていたんだけども、震災の原発事故以降は放牧地がやっぱ汚染されてセシウムによって汚染されてしまって、放牧してる牛からはセシウムが出てしまう。で逆に輸入した餌を使っている牛からはセシウムが出ないっていう、うちが安全と思ってたものが逆に危険になってしまうっていう状況が生まれて、本当に逆転してしまったね。安全だと思ってるのが危険な原因になってしまう。やっぱりそれは本当に衝撃的だったし、やっぱり根本的にそういうものが起きてしまうこと自体がね、やっぱり間違ってんだろうなって言って、原発に対する考え方だよねはかなり変わったよね。でもそういう中でもう汚染されてしまった地域っていうのはもうどうしようもないわけであって、でそこで生産者農家の人もいるわけであって、その人たちとどうやっていくのか、農業を続けていくのか、飯を食っていくのかっていうことに重きを置いて活動しているつもりです。はい。うちはやっぱりここら辺で岩手でやってる人はみんなそうなんだけど、安心安全路線、安心ですよ、安全ですよ、岩手のものはいいですよっていう販売方法をしてきたわけね。でうちなんかも食品添加物をなるべく使わないと。でソーセージなんかは添加物一切使いませんと。ハムとかにしても最低限の硝石しか使いませんというルールでやってきて、それをお客さんが理解してくれて買ってくれてたわけだけども、食品添加物っていうのも別に法律で禁止されてるわけじゃなくて、ちゃんと許容範囲っていうのがあって、これを超えたらダメですよっていうのがある。でもそれ以下であれば別にもう使っても問題ないわけだ。でもそれを基準値以下なんだけども食べたくないなって思う人がいるわけであって、そういう人たちがうちの製品を、食品添加物入ってない製品を買ってくれたわけだ。じゃあそういう人たちが放射性セシウムに関して基準値以下だから安全ですよって言って通用するかっていうと、やっぱりそれは通用しないだろうと。食品添加物も法律以下なら許されてるけども、でも食べたくありませんっていう人々が少なからずいて、農薬だってそう、基準値以下だったらいいですよって言うけども、いや嫌ですっていう人がいるんだから、そういう人たちは当然放射性セシウムに関しても基準値以下だから安全ですって言えるかっていうと、いややっぱりない方がいいでしょうっていう。だからそういう消費者のそういう思い自体はね、別に俺は否定はしないし、そういうところで物を売ってきたから、やっぱりそこら辺の葛藤だよね。それはすごい。うちもセシウム出ちゃってるので、それをどう売るか、消費者にどう伝えていくのかっていうのは常に悩みです。
じゃあその出たら辞めるって言ってしまったらうちはもう出てるのは間違いないので、そのじゃあ辞めることが果たして正しいんだろうかっていうね。ただ東北、岩手県もそうだけども、ほとんどのまずしいたけ生産者とかあと肉牛の生産者は辞めざるを得ない状況にあって、福島なんかもう農業できないだろうって、それは果たして正しいんだろうかっていうね。徹底してこだわって出たら辞めるっていうそこまでの覚悟の人もいるし、もう現実に出ちゃってるセシウムが出ちゃってる人がいるわけであって、そういう人たちをどうするんだっていうね、やっぱりそういうのも考えてもらいたいし知ってもらいたいし、この辺はなかなか東京とか離れたところにいると伝わらないと思うので、やっぱりぜひ見に来て聞いてほしいなっていうね、食べてもらいたいで、それはだから全ての人に食えとは強制できないわけであって、こういう世の中を作ってしまった、原発54個も作ってしまった大人たちが責任を持って食べるべきだと思ってるので、やっぱりその辺はそういう実際の現場に来ないとやっぱ見えてこないね、そういう生産者の思い、農家の思いっていうのを知ってもらいたいし、今金曜日、官邸前、東京で官邸前でデモしてたけども、僕も盛岡でずっと7月以降金曜日デモをずっと関わってるので、やっぱり今止めないとっていう思いがでかいからずっと行動はしてます。若い人ものすごい少ないけどね、参加者年寄りばっかだね。そうですか。平均年齢60代ぐらいだよ。若い人全くいません。学生さんなんてほぼ皆無です。とっても残念だよ。もう例えば震災のボランティアにみんな来てくれる人って、その震災の被災地の写真とか映像とかを見て、かわいそうだなって、大変だなって思うから、自分も何かしなくちゃな、何かしたいなと思って来てくれると思うのね。でそれ同じようにその原発に関しても、その原発がどうのこうのじゃなくて、それによって苦しんでる人々がいるんだ、大変な状況に置かれてる人がいるんだってことを知ってくれると、何か自分もしなくちゃなってきっとそう思うと思うんだよね。ただその状況がなかなか伝わらないもんだから、原発に関してはみんな特に何もしないわけであって、やっぱりその震災のボランティアに来てくれることを考えると、そういう現実を知ってくれることによって動いてくれるのかなっていう気はするな。それはこっち側のものを作ってる側も都会の消費者の姿が見えてなかったりするし、もちろん消費者の人も生産者の姿が見えてなかったりするしっていう、それが見えることによって解決する問題っていうのはものすごいあると思う。それは都会の人だけじゃなくて、こっちの人にも俺は言えることだと思うんだよね。だからその一方的にその都会の人が加害者で田舎の人が被害者みたいな、そういう考え方だけではなんかちょっと変わらないのかなっていう気もしてるんだよね。なんかね、俺がよく言うのは、その一打逆転ホームランはね、もうどこにもないんだよ。これをしたら日本が良くなりますとか、そういうものってもうどこにもなくて、多分その地域地域でコツコツやっていく積み重ねでしか多分良くならない世の中は。だからそれってものすごいね、例えば日本を良くしようと思ってやってると全然実感が感じられないんだけど、その地域で何か刺激になればなって思ってることを多分各地域でみんなやれば変わるんだよね。そりゃそう簡単には変わらんさ。でも有機農業とか、例えば有機無農薬とかオーガニックとかさ、今でこそみんな知ってるようになったけど、俺が学生の頃だった1990年頃って有機農業っていうのはなんかおかしく、なんか宗教関係者とかね、おかしな人間がやるもんだってみんな思ってたからね。それがたかだか20年で有機とかオーガニックとかもう普通になったでしょ、低農薬とかって。だからその20年かけたけども、やっぱり着実に変わってきてるんだよ。だから本当に急激に変わるような一打逆転満塁ホームランはね、ないんだよ。もうコツ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 やっていくしかない。で着実に変わってきてると思うよ。この間の原発の事故だってさ、もう福島大変な目に遭ってるんだけども、でもあれによってあんな何十万人ってでもできたわけじゃない。でやっぱりあれは今までありえなかったわけであってさ、やっぱり少しずつだけども変わってきてる。でもそれは何で変わってきたかっていうと、そういう努力をさ、実は震災前からであったりとか、ずっと運動を続けてきてる人たちがいたからさ、火種が残ってるわけであって、その火種に一気に火がついただけの話であって、やっぱりそういう火種をずっと絶やさずにやり続けてる人が一番多分偉いんだと思うな。原発反対
大茶道本部